研究室では身の回りにあるエネルギーを電気に変換するエネルギーハーベスティング材料を研究しています。特に力を入れているのが熱伝材料です。熱伝材料は表と裏に温度差をつけると発電します。熱伝材料の下にはお湯が入っています。こちらに冷却スプレーをかけると走り出しました。熱伝材料のいいところは温度差があると瞬時に発電する、温度差があり続ける限り発電し続けるところです。宮崎研究室では他にも二次電池材料や超伝導材料、太陽電池材料などを研究しています。私たちは研究をどんどん推進していき、そしてやがては自分で使う電気を自分で作る、そういう未来を目指しています。こちらが実験室です。ここで資料の作成や測定を行います。ラン君、この装置は何ですか？はい、この装置は操作電子顕微鏡です。物質表面を高解像度で観察する顕微鏡です。電子質を資料に照射し、その放出信号を分析して画像を生成します。このスケールの資料や気象表面構造の分析に広く使用されています。この装置でどんなことがわかりますか？この装置により、物質の表面平台や元素の分布、過去元素の組成比などを知ることができます。材料の表面に穴が見えるようになりました。次に元素分析を行います。EDX 分析により、材料にはクロム、マンガン、シリコン元素が含まれていることが分かりました。説明ありがとうございました。上原くん、この装置は何ですか？この装置は X 線解析装置です。資料の原子部の構造、つまり結晶構造を X 線の解説を利用して解析することができます。この装置の面白いところは何ですか？この装置の面白いところは、電気抵抗率といった質の機能と結晶構造の関係を解明できるところが面白いところです。説明ありがとうございました。黒沢くん、この装置は何ですか？この装置はアーク溶回路です。電極と材料間に強力な電圧をかけることによって起きるアーク放電を利用して材料を溶解させるためのものです。この装置の面白いところは何ですか？面白い点としては、たとえ融点が1000度を超えるような金属であっても、このアーク溶回路を用いることによって材料を容易に溶解し、合金を覚醒することができる点です。説明ありがとうございました。菅野くん、この装置は何ですか？これは放電プラズマ焼結装置です。この装置では粉末資料に圧力をかけながら電流を流すことでプラズマを発生させて資料を焼結することができます。この装置の面白いところは何ですか？粉末の資料をほぼ均質な固形の資料に合成することができる点です。実際に焼結を行っている様子です。プラズマによって発生した熱で資料を入れた容器が積熱していることがわかります。説明ありがとうございました。それでは居室の様子を見てみましょう。こんにちは。こんにちは。竹内くん、宮崎県の魅力について教えてください。はい、宮崎県には外国の方がたくさん所属していて、そういった方々と議論することができるのが魅力であると考えています。最後に学部生に向けて一言お願いします。宮崎県には素晴らしい先輩や先生、また多様な実験設備があります。大学院でやりがいのある研究をしたい方は、ぜひ宮崎県に来てください。ありがとうございます。研究室の雰囲気を教えてください。宮崎研究室では海外からの留学生も多く、様々な国の優秀な人がいます。そのような人たちといろいろな交流ができ、この前は研究室最高のソフトボール大会にも出ました。そのようなイベントがあるんですね。他にもイベントはあるんですか？はい。
花見会やクリスマス会などの研究室単位のイベントもあれば、他にも応用物理学コース全体で駅伝大会やゲーム大会などもあります。年によってはテニス大会や麻雀大会などもあったそうです。行事やイベントの多い研究室なんですね。その服は何ですか？はい。この服はブルゾンと呼ばれている作業着で、学年ごとに色を決めています。なので学年ごとのカラーが現れ、宮崎研究室を象徴しています。そうなんですね。最後に高校生へ向けて一言お願いします。はい。高校の勉強は大学で役に立つこともとても多く、そのような勉強は高校生の間でしかできません。なので目の前のことに全力で頑張ってください。宮崎研究室で待っています。